私の名前はキイチ、そして相方は外国人。ごく普通の二人はごく普通の恋をし、ごく普通の同棲をしました。でも、ただ一つ違っていたのは、二人はゲイだったのです。緊急手術、入院。ごきげんよう、キイチです。パンデミック前、今から数年前のお話をしたいと思います。12月のある土曜日の朝、相方がお腹が痛いと言いました。病院に行くと聞きましたが、何か変なものを食べたのかもって答えでした。日曜日には相方は普通に外出してお酒を飲んでいました。月曜日に内科に行ってねって相方に伝えました。月曜日は自分は仕事に行きました。月曜日の午後、相方から職場に電話がありました。仕事中スマホは見ないので、彼からの電話に気づきませんでした。相方はすぐにお医者さんに代わりました。お医者さんは、うちの病院は2つ目の病院なんだけれども、うちの病院では見られないので、他の病院を紹介します。あなたもそこに行った方がいいですよ、というふうに言われました。次の病院の場所を聞いて、職場に事情を説明して、すぐに向かいました。この時、ついでにカミングアウトすることになりました。相方からしたら3つ目の病院。診察をして1時間、2時間待ったんですけれども、手術室がいっぱいだからうちでは見られませんというふうに言われました。4つ目の病院。相方は自力で歩くのも辛くて車椅子で押してもらっています。時間は夜勤の時間になっています。朝からクリニックに行ってこんな時間まで大変だったろうに、どうしてどこの病院も助けてくれないのか。すごく苛立ったし、相方が心配でした。4つ目の病院では、夜勤担当の女医の先生が、いいでしょう、私が手術します、と言ってくれました。すぐに手術の準備をしてくれました。本人は意識があるので、全身麻酔に同意をして、自分たちは手術が終わるまで診察室で待ちました。手術内容とか全部一緒に聞きました。相方からしたらふらーっと腹痛で近くのクリニックに行ったのに、いくつもの病院に行くことになってよくわからずに全身麻酔の手術をするようになって心配だったろうと思います。手術室の前まで相方の手を握って見送って、先生にはよろしくお願いしますと伝えて待ちました。病院はもう消灯の時間になっていて、手術は数時間かかります。待つ場所もなく、ラウンジのようなところでひっそり座って待ちました。夜も更けた頃、ようやく手術室から相方が出てきました。まだ麻酔で眠っていたので、そのまま病室に行きました。自分はお医者さんに呼ばれて別室に行きました。摘出した臓物を見せられました。いや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 、見ていいのって思いました。初めて見ました。虫垂炎。いつ破裂してもおかしくない大きさでした。手術は成功して問題ないけど、どうしてここまで放っていたんですかと言われました。自分が相方の痛みを分かってあげられなかったのも悔しかったけれども、本人も自覚してなかったから本当に悔しかったです。こんな状態なのにどこの病院も引き受けてくれなくてここまで来ましたと伝えたら、ああそうか、ここに来てよかったねって言われました。ここからは入院の手続きの話です。相方の親戚は日本に住んでいません。自分が日本での保証人であると伝えました。彼が永住ビザを取得するときに自分が保証人になっていました。入院に関する書類は自分が全部書きました。関係の欄は同居人と書くしかありませんでした。一緒に暮らして10年以上経つのに、社会的には同居人としか書けないのはとても寂しいと感じました。
家族以外は入院や手術の手続きはできないのかなと心配していたんですけれども、何も問題なく全部手続きできました。深夜、家に帰るとエアコンがつけっぱなしでした。相方は本当にすぐに帰るつもりで家を出たんだな。相方がかわいそうになりました。月曜日に手術、入院してから毎日お見舞いに行きました。定時ダッシュすれば面会の時間には間に合いました。職場には事情を説明していたので大丈夫でしたと思っていました。その週の土曜日に相方は退院することになりました。徐々に歩けるようになった相方。点滴を持ちながらリハビリだからとゆっくりと歩く相方。けなげだなぁと思いながら早く帰りたいという気持ちが伝わりました。職場からは業務が回ってないから土日出勤するようにと言われました。上司が仕事を丸投げしてきました。相方の退院に付き添いが必要だからと断固として断りました。同僚たちはこの仕打ちはひどいと同情してくれました。土曜日はタクシーに乗ってすぐに家に帰りました。家に帰ってほっとした相方。無事に帰ってこられてよかったね。二人の関係についてです。若い時は付き合って同棲すればそれでいいと思ってました。その先のことは何も考えていませんでした。でも何かあったら二人は他人扱いになってしまいます。これは困ると思いました。のんけだったら10年付き合いより先に結婚して家族となるでしょう。同じ状況なのに他人扱いは困ります。二人の関係について真剣に考えるようになりました。今回はここまでです。チャオ。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、SNS への拡散よろしくお願いします。